皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。皆さん、今日はどんな一日でしたか？今、ドイツは夜の11時になりました。もうそろそろ寝る時間ですけれども、寝る前に少しだけ皆さんとお話ししたいなと思ってこの録音をしています。前回フリートークの動画を上げさせていただいたんですけれども、その時にたくさんのポジティブなコメントをいただきました。皆さんどうもありがとうございます。そこで分かったことがあります。やっぱり皆さん自然な日本語の会話をもっと聞きたいのかなということです。ですので、これからなるべく毎日少しの時間なんですけれども、こんな感じでポッドキャストの配信をすることにしました。ちょっと毎日できるかどうかはお約束できないんですけれども、なるべく続けていきたいと思いますので、皆さんももし興味があったら聞いてくれたら嬉しいです。私自身、ポッドキャストはとっても好きなんですね。私もよく英語のポッドキャストやフランス語のポッドキャストを聞きます。ポッドキャストのいいところは、やっぱり何かをしながら聞くことができることですね。例えば、そうですね、散歩をしている間に英語のポッドキャストを聞くとか、バスに乗っている間にフランス語のポッドキャストを聞くっていう風に私はポッドキャストを使っています。なので、この聞く日本語のポッドキャストも皆さんの生活の中で気軽に聞いてくれたら嬉しいなと思っています。さて、聞く日本語ラジオという名前でこのポッドキャストをお送りしています。そして毎回一つのテーマについてお話ししようと思っています。今日のテーマは一番いい日本語の勉強方法です。一番いい日本語の勉強方法。皆さん、日本語を勉強するときにどんな方法で勉強していますか？例えば、教科書を使って教科書の問題を解いて勉強している人もたくさんいると思います。そして教科書だけじゃつまらないから、漫画とかアニメを見ながら日本語のよく使うフレーズとかを勉強したりする人もいると思うし、暗記を使って単語の勉強をする人がいると思います。で、この勉強方法っていうのは人によって違いますよね。なので、私が思うんですけれども、一番いい勉強方法っていうのはその人その人によって違うと思うんです。これをやったら絶対日本語が上手になるっていう勉強方法はないってことなんですよね。ただし、私が思うんですけれども、日本語が上手になるポイントがあると思っています。それは日本語だけじゃなくて、どの言語にも共通していることだと思います。それは何かというと、どんな勉強方法でもいいんですけれども、その勉強方法がインプットとアウトプットの両方をカバーしているということです。インプットとアウトプットの両方をカバーしていること。これはどうしてかというと、やっぱりインプットとアウトプット両方が言語を学ぶ上で必要だからです。本当にシンプルなんですけれども、例えばインプットだけやっていた場合、インプットというのは教科書で文法を勉強したり、あとはこんな風にその日本語のラジオを聞いたり、アニメを見たりすることですよね。で、そのインプットがないと、もちろんアウトプットはできないんですけれども、インプットだけで終わってしまうと、日本語が
あんまり使えなくなってしまいます。で、私は言語をなんで勉強しているかというと、やっぱり使うためにあると思っているんですね。で、言語は自分だけのものじゃなくて、相手がいて初めて役に立つものだからです。なので、相手に発信すること、つまりアウトプットがとっても大事だと思っています。まずはインプットで知識をつけて、でその知識を相手に向かって発信するアウトプットの作業をする。これが言語を勉強する上でとっても大事だと思います。そしてどんな勉強方法であってもいいんですけれども、このインプットとアウトプットの両方をカバーしている勉強方法であるというのが大切なポイントかなと思っています。逆に言うと、インプットとアウトプットができていれば、どんな勉強方法でも OK だと思っています。それからもう一つポイントがあります。皆さん日本語を勉強するときにどんな勉強方法が一番効果があるかな、一番早く日本語が上手になるかなと考えるかもしれませんね。で、私は効果があるっていうのも結局人によって違うんじゃないかなと思っています。効果がある方法を探すよりももっと大切なことがあります。それは自分が一番長く勉強できる方法を探すことです。どんなに効果がある勉強方法でも自分に合っていなくてすぐにやめてしまったり、すぐにつまらないなと思ってしまうと意味がないですよね。で、私が言語を勉強する上でとても大切だと思っているのは、その言語と1秒でも長く関わりを持つということです。なので、勉強方法も自分が一番長くその言語に触れることができる勉強方法を見つけるのがいいんじゃないかなと思います。その言語に自分をどれだけ浸すことができるか。英語の immerse ですよね。私この言葉とっても好きなんですけれども、その言語の中に自分を置く時間を長くすること。これがどの言語であっても上達の秘訣だと思っています。ということで、今日は一番いい日本語の勉強方法は何かというお話をしました。結論は、一番いい勉強方法はないです。これは人によって違います。どんな勉強方法であってもいいんですが、必ずインプットとアウトプットの両方をカバーしていることが大切になってきます。そして効果がある勉強方法を探すんではなく、自分が一番長く勉強できる方法を探すこと、これがポイントだと思います。今日のお話はこれでおしまいです。それではまた明日。バイバイ。